こんにちは。アップタウンバイクワークスの安田です。水曜日、定休日の、限りの店内からお送りしております。定休日で、ツーリングにね、こちらの愛車でツーリングに行こうと思ってたんですけれども、自前のヘルニアがですね、だいぶ悪さをしていて、ちょっと腰がもう爆発しそうだったので、今日は諦めて、こちらのね、愛車のご紹介をさせていただきたいと思います。じゃあこちらですね、from アメリカはカリフォルニア州サンフランシスコソーマファブリケーションズというブランドの、ダブルクロスディスクというフレームになります。ほとんどのフレームが、丹下のプレステージという、フレームのねパイプを使用してまして、プレステージの素材の、特徴としてはバテッドチューブ、こういう中央はこうちょっとね肉薄にしといて、ちょっと溶接とか強度が必要な溶接部分にかけてちょっとこう厚みを増していったりね、厚いのから薄いのでまた厚くなるみたいな、このバテッドチューブをですね熱処理して、合成を上げているっていう、プレステージですね。丹下プレステージになります。僕が購入した時は、今ちょっとフォーク変わっちゃってるんですけど、フレームと、黒森のフォークセットで確か10万円プラス税だったと記憶しております。相馬ね。ちなみにね、相馬のスタッフ自体、これは代理店のね東京サイエンスさんからのお話だったんですけれども、結構日本が好きらしくて、随所にちょっと日本オマージュみたいなのを入れたりもしてるらしいです。まずこのフレーム、カタログの触れ込みでは、何でもこなすフレーム、通勤、シクロクロス、ロードツーリング、ね、何でもいけるよっていう、紹介をされてるんですけど、まさにその通りな、感じで僕も使ってます。で、最高の相棒になってます。もちろんそういう触れ込みなので、タイヤクリアランスも結構あります。確か 700C で組むと、42C かな、42C か 45C まで設定でフレームクリアランスがなっております。はい。アクスルですね。車輪を止める規格はクイックリリースになっております。で、フレームのですねリアのこちらの幅ですね、これも規格で気になるところではあると思うんですけれども、こちらが 132.5mm なので、ロード系の 130mm の幅のハブとか、マウンテンバイクっていうか、今だとクロスバイクとかですけれどもの 135mm の幅のハブも一応使えます。はい。最初は、僕が買った時は、いわゆるロードプラスで組んでおりました。どんなもんだろうなっていうので、もう 650B の 47C のタイヤが結構気になっていて、もうそれを入れたいっていうので、もう 650B で、組んでました。で、結構タイヤも太めで、乗り心地ふわふわで、もうどこでも本当いけるよ、グラベルいけるよとかいう感じで組んでたんですけれども、それはそれで 650B 結構良かったんですけど、やっぱり、当時はロードバイクの方と走ることが多かったので、700C にしてちょっと軽くしてね、タイヤも細くして、もっとツーリング寄りに振ろうかなと思って 700C にその後しました。同業者のお友達のね、浜松にちょっとお友達がいるんですけれども、まずちょっとその浜松の自転車屋さんまでね突撃してやろうっていうので、浜松まで突撃したりもねしました。で、その時はねバイクパッキングで荷物をね、カバンこうサドルの後ろの大型サドルバッグとかフレームバッグとかつけてバイクパッキングで行ったりとか、あとはキャンプも、後ろに荷台をつけて、ここにね荷物をつけられる大型のホルダーとかをつけて行ったりとか、バイクパッキング、キャリアスタイル、もう両方やりましたね。はい。
ではこちらから GoPro に切り替えて、パーツの方をね紹介させていただきたいと思います。エンブレムはねこんな感じになっておりますね。太陽が出てるような感じのフレームになります。タイヤは、前後とも 38mm なんですけれども、グラベルですね。要はオフロードに行く機会も多いので、前はこんな感じのブロックパターンのタイヤをつけております。タイヤは、こちらですね。テラベイル。こちらもアメリカですね。のルトランド。読み方ルトランドでいいのかな。こちらの、700×38C。こちらをつけています。リアも同じくテラベイル。こちらのね、テラベイルの、ランパート。こちらの 38C です。でこちらのタイヤはね、ライト&サップルっていう、軽いケーシング。要は、ちょっとね、軽さに振ったなんかタイヤの構成だったりするんですけれども、最初その軽さのせいでなんか、このね、サイドが弱かったりとか、グラベルでのねパンクの耐久性みたいのを心配してたんですけれども、今んとこ結構ロッキーなグラベルに行っても、サイドカットなどもしてないですし、パンクも今んとこしてないかな。結構、信頼してるタイヤで、はい。タイヤの乗り心地の良さっていうのも結構感じるかなといった印象です。リアのパターンはねこんな感じになっております。でそのタイヤがついてるホイールなんですけれども、こちらもね自分で、リムとハブですね、このホイールの周るこの中心ハブをチョイスしてハンドビルド、手組みをしております。ハブはインダストリー9 i9 ですね、通称 i9 の、トーチハブ、そうですね、前後 i9 のトーチハブですね。でちなみにハブサウンドはこんな感じのハブサウンドになっております。一応ホイールバランスも取っているので、こういう整備台につけて回しても、もっと分回しても割といい精度を保ってくれてます。リムは DT スイスですね。じゃあ DT スイスの、RR411 ディスクブレーキ。昨今のグラベルブームからするとちょっとね細身のリム幅で、軽量なリムになっております。ガンガングラベルいっちゃうとちょっと心配かなっていうのはあるんですけれども、今んとこね触れたりっていうのもないです。はい。こちらのリムはちょっと動画でわかるかな。オフセットリムって言って、リム自体の中心はちょっとねこうオフセットしているリムになります。そこら辺なんかは今度なんか手組みのホイール紹介っていうところでねご説明できたらと思うんですけれども、リアが11速とか、多段のディスクブレーキの車体を採用している人は手組み時なんかはねオフセットリムをチョイスしてあげるのもいいと思います。で、チューブレスで運用しています。はい。チューブレスレディですね。コンポーネントとか足回りなんですけれども、こっちから紹介しようかな。シマノの、コンポーネントを使っておりまして、レバーは、ちょっと古いです。シマノの RS685 の、レバー。こちらは、以前所有してたバイクからこうね乗せ替えてパーツを使っているような感じで、グレード的にはねアルテグラグレードになっております。で変速機関係ですね、ディレイラーもアルテグラ、シリーズを使っております。リアはアルテグラの RX ですね。このスタビライザー付き、今オフになってますけれども、このねレバースタビライザーオンにするとバネが効いてねチェーン暴れしにくくなっております。グラベルなんかではねこれあった方がいいです。チェーン外れもしにくいですし、こういうところにねバチバチチェーンもフレームに当たりにくくなります。はい。フロントディレイラーのアルテグラ、こちらは R8000 のアルテグラを使っております。高図構成なんですけれども、フロントは次のコンパクトプラスですね。4630、なかなかこのね渋い見た目が、結構ロゴ消えちゃってますけど、
渋いロゴが、渋いねクランクの色立ちが気に入って使っております。で後ろのカセットは、トップ11、ローが、34ですね。1134。こちらもレバーと一緒で前のバイクからカセットは移植して使っております。今はね完成車でも結構増えましたけれども、この461134のギア比の構成で使っております。これでも僕の体力だとトップ側をね、トップ3枚とかあんまり使うことはないですね。はい。もうトップ側のカセットはちょっと綺麗です。使ってないので。はい。ロードバイクの今完成車によくある5034とか使っちゃうと、僕はもう真ん中から上しかね使ってないとかっていう状況になっちゃったので、自分のね経験からこんな感じの履かず構成になっております。ブレーキはね油圧のディスクブレーキになっております。レバー自体ね。でブレーキも使い回したので、そのまま RS685 のシリーズのねこちら油圧ディスクブレーキがついてて、ローターは、6欠ディスク。こちらはエクソンのローター 160mm を使っております。リアも同様ですね。先ほども言ったようにカーボンフォークを使っておりまして、手にくる振動とかもね結構和らいでくれてる感じがします。ヘッドセットに関してはやっぱ黒森フレームって長く付き合いたいっていうようなフレームなので、こちらヘッドセットもねメンテナンスして長く使えるっていう定評があるクリス・キングのヘッドセットを使っております。でステムはですね、トムソンのこちら 70mm の突き出しですね。この長さが 70mm のステムを使っておりまして、ハンドルも同トムソンのね、こっちから見るとこうハの字にフレアしたオフロードバーを使っております。でオフロードバー使ってて、オフロード、グラベルもよく行くのでステムはねがっちり固定できるように4点止めの、トムソンの 4X ステムを使っております。最初はトムソンのこの2点止めのねロード系のステムを使ってたんですけど、ちょっとグラベル走ってる時にずれるっていうことがあったので、今は4点止めにして、ずれることもなく快適に使っております。でちょうどこのハンドル周りが映ってるのでご紹介しますと、サイクルコンピューター、こちらはレザインのスーパー GPS を長らく愛用しております。これもね結構長く使っております。バーテープは、今現在ブルックスのですね、バーテープ、こちらですね、ラバーバーテープかな。これ結構頑丈で持ちもいいので割とおすすめです。ツーリング、仲間とツーリング行ったりとかもそうですし、ソロで走ってる時にも便利なんですけど、僕はミラー、バーエンドにミラーをつけてます。最初の頃は結構この見た目に抵抗があったんですけれども、やっぱ後ろにいる仲間のペース大丈夫かなとか、仲間の様子をちらっと伺うにもやっぱこれにね視線を落とすだけで後ろが確認できる。ソロで走ってる時も、後ろにいる車の状況どんくらい近いかとか確認できるので、もう僕はね、オンロードのバイクに関しては、ミラーがマストになっているかなと。こう首を向いて振り向いたりとかすると、それだけでタイムラグがあったり、体も向けるのでバイクはちょっとねこうふらついてしまったりということもあるので、もちろんミラーだけに頼るのは良くないですけど、ミラーで、後続確認ができるので僕はミラー結構おすすめしております。はい。でシートポストですね、こちらも、フォークと一緒で 1/S さんの、カーボンシートポストを今使っております。今結構長らく使っております。サドルもどうその 1/S さんのナロー30、これソールなのかな、ソロなのかな。はい。でここにナローって書いてあるんですけれども、一般的なシートポストと違ってこの取り付けクランプがですねちょっと狭くなっているので、通常よく売られているサドルとのちょっと互換性はありません。このクランプのこの台座もね専用部品になっております。僕痩せ型で結構お尻もちっちゃいので、この細いサドルかつ結構フラットになっているサドルが好みなので、こちらをね長らく愛用しております。ボトルケージ、こちらはサルサのボトルケージを使っております。サイド抜きですね。
右手でこうボトルをこう取りやすいように横から抜くような感じですね。でだいたい右左どっちか選べたりするので、どっちかなって迷ってる人はね、両方対応してるのを選ぶといいと思います。でなんで僕は右抜きにしてるかっていうと、ボトル取るとき、走りながらボトル取るときに、万が一のことも考えてブレーキに若干手を添えてたりするんですけれども、その万が一があってブレーキクッてかけちゃったときに、やっぱ単車乗ってる人とかは分かるんですけど、前ブレーキキュッてかけちゃうとかなり挙動が不安定になるので、後ろブレーキに手をかけつつ右手で取れるっていう風に、考えて僕は右抜きにしております。でですね、ラルのですね、このバッグをつけてツーリングに行くことが多いです。携帯工具を入れるもよし、途中で買ったね給食とか、ツーリング先のちょっとしたお土産とかも入りますし、なんならウィンドブレーカー入れてたりとか、結構マルチに使えると思うので、こういったフレームバッグね、おすすめかと思います。プチ気に入ってるポイント、これですね。綺麗のテールライト。なんかこういうクラシカルな雰囲気の黒森バイクに結構マッチするんじゃないかなと思って結構気に入ってまして、でこのね先端だけこうやって外して USB ケーブルで充電できるこちらのテールライト結構気に入ってるので、使ってます。で僕は、このフレームもちろん、キャリアナモだったりがついてるので、リアキャリアを取り付けるのも、ありだと思います。はいね、アクタンバイクワークス、先ほど言ったここに見えるかな、ここに丹下のプレステージダブルバテッドフレームというふうに書いてあります。そんなところですかね。何か質問があったら遠慮なく、コメント欄に書いていただければ後から返信いたしますので、何かあったらよろしくお願いします。もしね、当店で、自転車をご購入されている方で僕の愛車を紹介してほしいなんていうことがありましたら、ご相談してください。僕の独断と偏見で紹介するしないを決定したいと思います。はい、というわけで、本日は、僕のダブルクロスディスクをご紹介させていただきました。まだですね、マウンテンバイク、ロードバイク、BMX など僕の愛車ちょっとまだありますので、またそちらの方もご紹介できたらと思いますので、よろしかったらですね、チャンネル登録なんかをよろしくお願いします。はい、というわけでアップタウンバイクワークスの安田でした。バイバイ。ちょっとね、未だにまだ終わり方がちょっとよく分かってないです。はい。